音楽はずっと好きでしたけど、なんかやっぱワクワクするのはテクノロジーの話で、ロボカップジュニアっていう自立型のサッカーロボットをプログラミングしてロボットにサッカー競技を行わせるっていう。でそのロボカップが掲げてるのが、確か2050年までに自立型の二足歩行のロボットがサッカーの世界チャンピオンチームを破るっていうのを目標に掲げてるんですよ。それめっちゃかっこいいじゃんと思って、今気になっているほどそれは難しいですね。まあでもあんまりその AI の動向自体にはあまり、興味がないと言ったらあれですけど、それはそれだなと思っていて、むしろその私たちの思う幸福ってどこに向かってるんだろうっていうことにはすごく興味があって。本当ずっと森田明夫さんに憧れていて、森田さんはロボットエンジニアっていうわけではないですけど、ソニーの創業者である森田さんの電気漫画を母が買ってきてくれて、それを読んでなんかこういうものづくりしたいみたいな。小さい頃から本当物を作るのがすごく好きでずっと工作してたんですけど、いつ頃かな、本当振り返ってみると本当いろんなことやってて、大学の航空宇宙科のなんかオープンセミナーみたいなのでペンシルロケットを飛ばすみたいなのがあって、実際に火薬使って自分の作った紙で作ったボール紙で作ったロケットをこう打ち上げてパラシュート開いて回収するみたいなところまでやるんですけど、とかをやったりとか。そうするとなんかどういう筒にしてどういう羽をつけるかみたいなので飛び方も全然変わるしみたいなこともやりましたし、ペットボトルロケットみたいなのももちろんやりましたし、あと発明クラブっていうのになんかその少年科学文化会館っていう市の持ってるなんかそういう科学とかを啓蒙するような施設に通って発明クラブっていうのに入ってて、なんか僕読書感想文とか書道のコンクールとか絵画のコンクールとかって学校で全然入賞した経験全くなくて、唯一あるのがなんか福岡市児童子どもなんか発明工夫展みたいなので戸締まりのシステムを考案するみたいなのを小学生の時に確かやって、でそれでなんか大きな盾をもらったっていうのがなんか唯一のなんかそういう受賞経験みたいな小さい頃のなんですけど、っていうぐらいには本当にものづくりが身近にあって、で小5かな小4とか小5とかだったと思うんですけど、ロボカップジュニアっていう自立型のサッカーロボットをプログラミングしてロボットにサッカー競技を行わせるっていう競技に出会って、でそのロボカップが掲げてるのが確か2050年までに自立型の二足歩行のロボットがサッカーの世界チャンピオンチームを破るっていうのを目標に掲げてるんですよ。確かそうだったと思うんですけど、でそれめっちゃかっこいいじゃんと思って、でその道にずっと行きたいなと思ってて、なんで小学校卒業する時の文集は30歳になる時までに縄跳びで二重跳びができるロボットを二足歩行型のロボットを開発するって書いてるんですけど、ちょうどこの 4,5 年の間にボストンダイナミクスって会社がバク転できる二足歩行ロボットを開発してて、結構いい目標設定してたなって今でも思ってて、っていうぐらいにはちょっとその領域に行きたかったんですよね。音楽はずっと好きでしたけど、なんかやっぱワクワクするのはテクノロジーの話で、今でもやっぱりテック関係のニュースを一番見てますし、音楽のニュースは全然見てないですけど、本当にテック関係のニュースは抜かりなくチェックしていろんなものを、試すようにしたりもしてますね。そうなんですよ。続けとけばよかったって思う唯一のことは YouTube ですかね。なんか
日本語版が立ち上がった時に本当僕も動画上げてたんで、本当スタッフのおすすめピックみたいなやつとかにも何回か掲載されたことがありますし、それですごい再生回数回るんですけど、今ほどではなくて当然ながら、でも今なんかこう YouTuber としてすごく著名になってらっしゃる方々を見ると、ちょうど僕が投稿し始めてた時ぐらいから皆さん続けてらっしゃるんですよね。だからやっぱ当時は先行者利益がすごくあったので、コンテンツがすごく少ない中でそのままピアノ弾いてる動画を上げ続けておけばなんか別物になってたかもしれないっていうのは思いますね。でも多分マネタイズできるようになるってところに到達するのはね、今の多分そのヒカキンさんとかの年齢を考えると、大人になってからだったんだろうなっていう気がするので、適切な時期に適切な額を稼げたかもしれないみたいなでも本当にこれも偶然というか、ほぼそのきっかけは母が作ってくれてるんですけど、なんか母が本当全然そういう職種じゃなかったんですけど、これからの時代はどうやらプログラミングってものが重要になるらしいって言って、なんかそれもその市とか区とかがやってたようなそういうちょっとプログラミング教室みたいなのに自分が行ってみて、なんか土日の時間を使ったりして、で自分でちょっとしたゲーム作ったよみたいなものをノートパソコンに入れて置いてるみたいな、なんかでそのノートパソコン自由に触れる環境があって、インターネットにもつながっていたので、だからなんとなく小5、6ぐらいからこうずっとパソコン触るようにはなってって、ってなると本当あとあれなんだよな、イラストレーターとかフォトショップとかも母がそうやって勉強して持って帰ってきてパソコンに入れてたので、なんかあると思って、中学校ぐらいから特に教わることなく自分でイラストレーターで年賀状を作るようになったりしましたし、本当パソコンが自由に触れる環境だったっていうのを今考えるとすごく今の自分を形成してる環境、重要ななんかきっかけでしたね。そうですね、道具は好きです、かなり。とにかくなんか自分で作ってみようっていう気にはなりますね。これ AI も全然道具だし、自分で結局作ってる感覚っていうのはあるなって思うんですよね。っていうのは結局どういうプロンプトを入力するかによってアウトプットの質は全然変わってくるから、結局どこまで行っても指示を出す、あとこういったものを作りたいっていうアイデアの部分は自分起点でしかないんだなと思ってて、でよくこう AI がこう広く普及すると人の仕事を脅かすとか、あるいはクリエイティブ産業やることなくなるんじゃないかみたいな風に言われることも多いんですけど、なんかむしろ作りたいものがない人には多分使いこなせない道具だし、あと作りたいから作ってるっていうなんかその極めてシンプルななんか僕ら創作に関わるもののそのモチベーションは決して代替されないので、コンテンツの受け取り手も AI が作ったものを楽しむんだっていうのも、例えばその AI というのがこう VTuber 的なとか、あるいは仮想の人間、仮想アイドルみたいなものが創作したものを楽しみたいんだっていう人はいるかもしれないですけど、なんかそういった形を取ってでもして俗人的なコンテンツにしない限りは多分人って魅力を感じて消費することってないんだなと思ってて、だと多分音楽をやるってことも間にで僕が AI をどれだけ使っていようが受け取り手は僕の音楽だから聴くっていうところがあると思うんですよね。なんで本当にあくまで道具だなっていう感覚が今はあるんですけど。そうですね、そのコンテンツの消費サイクルとかその人らしさみたいなものをどこに感じさせるかっていうのはかなり変わってくるでしょうね。だから、やっぱりこうリアルであった時にアーティストがこう醸し出すオーラの部分だったりとかは複製技術時代の芸術みたいな話でもずっと語られてはいますけど代替されないし、よりリアルな現場っていうのが重要な意味を持つようになるだろうなとは思いますね。なんでライブエンターテインメント市場はこれからもどんどん伸びていくだろうなっていう。今気になっていることはそれは難しいですね。でもあんまりその AI の動向自体にはあまり
興味がないと言ったらあれですけど、それはそれだなと思っていて、むしろその私たちの思う幸福ってどこに向かってるんだろうっていうことにはすごく興味があって、それはいろんな切り口があるんですけど、アンビリーバブル、お部屋探しはエイブル、エイブル、お部屋探しはエイブルがワンダフル、エイブル。私たちの思う幸福ってどこに向かってるんだろうっていうことにはすごく興味があって、それはいろんな切り口があるんですけど、例えば性別の多様性みたいな部分もそうだし、子供を持つ持たないみたいな議論もありますし、あと日本は人口がどんどん減っていくけど、どういうふうにこの緩やかな衰退みたいなものを受け入れていくのかみたいな話もありますし、そうなった時にすごくサイバー空間上の言論をいろいろ見ていると、個人の幸福みたいなもの、あとその公共の福祉的な意味での幸福と、あと世界平和的な意味での幸福みたいなものがどんどん音を立ててきしんでるような気がしていて、この落としどころはどこに向かうんだろうみたいなことはすごく、気にはなっていて、気になってはいるものの、自分の中に何か答えがあるというわけではないんですけど、僕はいろんな本でも語られてますけど、脱成長じゃないですけど、そういう方向を向きたいなと個人的には思っていて、さっきのミドルクラスの音楽家が長く息をするみたいな話にも通ずるところがあるかなと思うんですけど、いかに健やかに長く暮らしを営んでいくかみたいなことこそが、50年後の自分を想像した時に、やっぱ幸せだったなって思えるんじゃないかなと思ってて、やっぱり日々生きていると何か成長していなきゃいけないとか、進化していかなきゃいけないとか、去年の自分よりも稼いでなきゃいけないとか、いろんなやっぱり成長するんだっていうことがイコール幸せだというか、進歩するみたいなことがいいことだっていうふうにずっと思わされてきたと思うんですけど、得てしてそうでもないのかもしれないなみたいなことをちょっと今ぼんやりと思っていて、きっとこの手の話をしっかりまとめてらっしゃる方とか、歴史的に言うとそれはそういう考えだなみたいなことを分類してくださる方いらっしゃると思うんですけど、今ぼんやりとそういうことを考えてますね。そうなんです本当にやっぱ30代でファイヤーとかいろいろそういう、それって本当に幸せなんでしょうかとか、あとそうなんですよ、本当にいろんな方向で結局パワハラとかセクハラとか確かに絶対に認められるべきではないことなんだけれど、その規制を頑張りすぎた結果、人と人との関わりがものすごく希薄になっているとか、本当に何が正しいんだっけっていうのが分かんなくなってきているので、なかなか本当に難しいですよね。全てが正論に思えてしまう瞬間があって、でもその正論は全ては同時には成立しないみたいなことにあふれすぎていて、エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。はい、お部屋探しはエイブルに来てみる。エイブル。